使ってってさ、はい。結構粉だらけになるじゃない？なりますよね。ねえ。ちょっとね、いろいろ切り子が飛びやすい穴がある。穴とか隙間があるので、そういうのを塞いだりして、で最終的に吸い口が小さいから、下にこうおがくずが落ちるようにしてサイクロンのホースで吸っちゃうみたいな。はい、そうですね。せっかくいい吸い込む機能があるのに、みんなこっち側にそう横前粉だらけだね、いつもね。だからそれをちょっと改善しようかと思ってます。DIY でこれを改造をしていくと、改善ということで、その動画に行きます。どうぞ。まず上から見ていただきましょう。これね、標準でついている、プレートなんですが、ご覧のように刃があるところに前後大きな開口があります。これは当然刃が上に上がったり倒れたりすることを、主眼に作られている関係で、隙間が多いんですね。で当然刃が回って切った切り子がこう吹き上がってくるんです。こういうふうにですね。でこっちに切った分は下に落ちていくんです。ただどうしてもやっぱりこうスペース的にこれだけ開口があると、まずここから吹き出します。でこの面がですね、実は平らになってないということで、まず作ってみました。木製なんですけど、よくねネットの方でも出てますが、ゼロクリアランスとか言って作ってる人が多いですね。ゼロってわけにはいかないけど、そこそこ隙間が少なくなるんじゃないかということで作りました。一枚板をポンと乗せる形のものが多いんでしょうけど、一応こういう形ではまり込むように作ってみました。その若干のね問題はあるんですけど、固定して、水平が出るようにフラットになるようにということで作りました。で特にね押さえることもなくそのまま乗せてるんですね。はまり込みはいいので特に問題ないかと。当然こういうね指穴とかそういうところから若干漏れるんでしょうけど、これも対策していこうかと思います。続きましてね、作業してて一番気になるのはここです。ここですね。角度をつける刃を倒すためのね部分です。で当然こんだけ大きい開口があれば全く、おがくずがどんどん前に出てきます。上も一緒ですね。傾斜調、固定ノブというやつですね。でここもなんですが、ちょっと見にくいんですけどね、ここです。天板と本体の間の隙間ですね。これも全域に対してあるんですが、ここからも吹き出しますので、四方出てきます。でこれはもう構造上ですけど、真下に落ちるように作られてるんですね。でその落ちた分はいいんです。後で掃除すればいいだけですけど、そして背面に回りますと、当然ここ隙間がありますね。こういう隙間、これもなんとか対策していければと思っています。そしてこれがダストを吸うバキュームクリーナーとかで吸う穴なんですが、小さいんですよね、穴が。でしかもこの刃の部分だけを囲っている、半分だけ囲っている形なので、それほど、吸い込めないと。でさらにこれだけの大きな穴が開いていれば当然いっぱい出てくるでしょうという感じですね。で反対の横に行くとですね、こういうやっぱり空気を取り入れるためのものなんでしょうけど、逆にここからおがくずが吹き出してきます。ここのね2本のネジでプラスのネジで止まってるだけですので、一回外してみました。簡単に外れます。
ネジ2本外して、この爪を、解除して両方2つあるので、これで、この吸い口を残した形で回すと取れやすいですね。こういう形で取りました。いい感じに外れましたので、裏から見るとね、やっぱり刃がむき出しになるので危険になる要素はいっぱいあります。はい、外してみました。どうですかね。もうこういう形で刃がそのままむき出しになるので、切ったおがくずは全部下に落ちるでしょうと。吸わないしね。でこれを、基本にした形でですね、どうしても塞げない部分っていうのは、例えばこの部分ですね、角度を調整する部分で、こちら側ですね、集塵ホースがなくなったので、ここはもう完全に塞げますが、ご覧のようにですね、プラスチックのボディですので、まずここを、脱脂してですね、戻せるように養生テープ下地でアルミテープでも貼っていこうかなと思っています。こちらも同じです。この穴の部分ですね、こちらもアルミテープで塞いでいこうかなと。はい、まずじゃあ残ってるおがくずをですね、拭き上げておきますね。当たり前ですけど、使っているのでおがくずが結構静電気でくっついてるんですね。まず水拭きします。でテープ両面から貼るので反対側も拭いておきます。水がだいたい乾いたところで脱脂をします。テープがつきやすくするためですね。これは一般的に使われていますパーツクリーナーってやつですね。ソルベントで、脱脂していくっていう形です。これね、かけてもすぐ乾きます。無理してこすらなくても洗い流す形でも全然構わないと思いますね。ほとんどつかないですよね。はい、脱脂しました。でしばらくちょっとね、乾くまで放置します。アルミテープです。こう貼った方が効率がいいかもしれないな。じゃあこの辺で切っていきましょう。はい、一番大きな開口がこれで塞がりました。ただ反対側はね、当然まだテープが
残ってる状態ですので、同じようにアルミテープで最終仕上げをしてもいいし、余剰テープ仕上げても全然構わないと思います。ではこのやり方であっちですね、あっちもやっちゃいますけど、はしょります。ここの隙間ですね、この周辺の隙間からの、ダストの漏れが大きいので、今回ですね、プラスチック段ボール、プラダンっていうものですね、これをはめて、塞いでいこうかと思っています。でここにですね、若干貼り付けられそうな1センチほどの、へりがあるので、こちらですね、ここを使って、この巻いたレールが入っている部分を避けて、
そこの部分だけまた違う厚さのものにして貼っていこうかと思います。こういう飛び出してる部分とかも結構あるので、そこをうまくかわすためにですね、このプラダンの場合は押し付けるとこうやってへこんでくれるので、こういう感じですね。でこういう形で隙間を埋めていこうかなと思ってます。こちらの穴を塞いだ時と同様にまず、水拭きをして乾いたところで脱脂をして、下地にですね両面テープで固定して、でさらにアルミテープで表側を固定すると、隙間をできるだけ塞いでいこうかと思います。はい、このように一通り左右の隙間を埋めてみました。どうしてもこういう穴ですね、ここを塞ぐのはなかなか物理的に難しいので、とりあえずこの状況で反対側も見てみます。こういう感じで隙間を極力減らして、ダストカバーをつけようかと思います。裏返しました。はい。プラスチックボディのこの四隅に穴があるんですね。固定するための穴です。ネジが入る穴が開いてます。8ミリぐらいの穴ですね。こっちならね、こうした方がいい。なるほど。あ、そうか。こうまだこっちは。で、測ったみたいにおったりでしょ。測ったんだけど。で、さっき言った下の穴からこいつを対角線でまず入れていきましょう。はい。下からか。下から。下からというか上からというか。そう、上から。で、2メートルのホースを買ったので、ここに100ミリのホースをつけて、取り出し
で、その先にこれをつけて、はい。バキュームのホースを使うはい。という形になります。うわ、なんかかっちょいいですね。はい、こんな感じなんです。いや、本当に純正品でしょ、これ。で、これまあ起こしてみましょうか。はい。これでね、見た感じ、もうそこの穴ぐらいしか見えないじゃないですか。本当だ。あとこっちとね、わ、もう全然なんか暗い感じでしょ。えで、あとこれがつくんで、はい。お、もうこれはかなりちょっとカメラで寄ってみますね。手ブレ補正がないカメラなんで大丈夫ですよ。入れちゃいますけど。一応これでね、作業的にはほぼ終わりで、オガがいない間にいろいろやっといたんでね、いや、これかっこいいな。ここの空気取り入れ口みたいなのが、はいもう塞ぎました。はい。でここのスペースも塞ぎました。若干ね、空いてても構わないんですけど、限りなくなくなったって感じですかね。おということでですね、はい。テーブル層の、ダスト対策を一つずつ潰してきました。もうこれからね、オガが使う段になっても、私がこう粉だらけになってる姿を見て嫌だなと思ってたかもしれない。いや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 。ダストがかなり減ると思います。で、これからね、ちょっとしたこうその斜めを切ったりするのに、ガイドするようなものとかね、純正でついてるやつもあるんだけど、あれは大きいのが切るのはちょっと大変なので、例えばこれからネックを作っていったりするでしょう。そうか。長物を切ったりする可能性があるので、これでやるかバンドソーできるかわからないけれども、そういう形になっているかと思います。はい。またちょっとたくさん見ていただけると嬉しいな。ですね。で、この改造は結構うまくいったと思います。はい。そうするとこの後に閉めた後になると思うんですけど、試運転実際に切ってみてダストがどのぐらい吸われるかっていうのを一応取っとかないとね、そうですね。見ていただこうと思います。では今日はこの辺にしておきましょうか。はい。どうもご視聴ありがとうございました。チありがとうございました。ャンネル登録お願いします。では試し切りします。ダストがうまく引いてくれるといいですね。はい、じゃあこれを薄く切っていこうかと思いますが、かなりダストの量は減ってる気がします。今この刃を最大に出した
状態で切ってみましたですね。切ったのは 2x4 です。そしてテーブル層の上に、このチップ層がカットしている段階でこの木のこの小口のところから吹き出した分ですね、それがこのぐらいの量になりました。サイクロンの中にどのぐらい吸ってるのかちょっと確認します。空っぽになってたんですけどね。重たいので外します。はい、今のでこれだけ引いてます。なかなか効率よく引いてるように見えますね。この穴からですね、やっぱり多少こちら側には飛ぶんですけど、あとこの刃が書いた分ですね。はい、で実際私の作業服見ていただくとそれほど汚れてない。やっぱりここからですね、ある程度ダストが出てくるんですが、歴然と効果が現れているような気がします。まずこのハンドルのあたりがですね、今までだったらこれだけ切ると真っ白になってました。でこちら側も飛ぶ量がですねかなり減っています。やはりこの口からある程度は出てきてしまうので、その分を考慮してもかなり引けてるんじゃないでしょうか。この中見るとですね、うっすらとついてる感じはしますけど、今まで吸えなかった分が全部この下に吸えてますね。ただやっぱりこのヘリのところに少し溜まってるのはまあ平らなところなんで仕方ないかなと。だいぶ吸ってますね。中も白くなってるので。でも上の壁がダストで汚れていません。吸えてますね。